どうも、明けたまです。以前ソニック映画1作目ソニック・ザ・ムービーの元ネタ、小ネタ集という動画を投稿しました。イースターエッグが盛りだくさんだったよね。そうですね、ソニックシリーズはゲーム、アニメ、コミックなど展開も多い上に歴史も長く、ソニックファンでも一見しただけでは見逃してしまう遊び心が山ほど隠されています。今回は過去動画に続きソニック映画2作目の、ソニック・ザ・ムービーソニック VS ナックルズの元ネタ、小ネタをまとめていきます。待ってました。知ってると映画の細かい部分がより面白くなるんだよね。ソニオタじゃないと気づかないニッチなポイントもしっかり解説していきますので、一緒に押さえていきましょう。動画の内容上、映画のネタバレを含みますのでその点をあらかじめご了承ください。我々明けたまチャンネルではソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが、解説、考察、ゲーム実況など色々投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速見ていきましょう。今作はプロモーションの時点から小ネタが仕込まれているので映画本編に入る前にサクッとご紹介します。まずはこちらのポスターデザイン。これはゲームソニック・ザ・ヘッジホッグ2のジェネシス版のパッケージと同じ構図になっています。ほんとだ。続いてこちらのポスター。こちらは2021年に公開の映画ザ・マトリックス・レザレクションズのポスターのオマージュですね。そんなところからも、しかもマトリックスってことは、そう、マトリックスの主演はキアヌ・リーブス、ソニック映画3作目でシャドウの声優を務めています。もしかしたらこの時点から構想あったのかな？そこは定かではありませんが、ソニック映画1作目の中でもわざわざソニックがキアヌ・リーブスについて言及するシーンがあり、監督がキアヌ大好きなのは間違いないと思います。続いては映画公開前に YouTube に公開されたタイトルアナウンストレーラー。こちらの動画内で流れている BGM は、ゲームソニック・ザ・ヘッジホッグ2のゾーン1エメラルドヒルの BGM ですね。映画2作目だからゲーム2作目の小ネタが多いのかな？そうですね、色々なゲームから引っ張ってきてますが今作は特にソニック2からの小ネタは比較的多めになってます。さあここからやっと映画本編開始です。冒頭のパラマウントのロゴがリングになってたりセガのサウンドロゴなんかは1作目と同じだね。1作目の小ネタはこちらの動画でがっつりまとめているので概要欄のリンクからチェックしてみてください。今作はエッグマンが飛ばされたキノコの惑星から始まります。1作目の小ネタ紹介でも軽く触れていますがこのキノコの惑星は、ナックルズが初登場したソニック3&ナックルズのゾーンマッシュルームヒルゾーンが元ネタになってます。劇中でもナックルズが初登場するのはこのキノコの惑星だったね。そうですね、映画1作目のラストでエッグマンがキノコの惑星に飛ばされた時点で、2作目でナックルズの登場を予想していたオタクも多いのではないでしょうか。ちなみに今作のエンドクレジットでもゲームと同じマッシュルームヒルゾーンのデザインが確認できます。続いてはちょっとしたカットですがソニックのおもちゃを潰した岩、描かれているのはゲームなどでも使われているエッグマンのロゴマークですね。岩の周りにもソニックのおもちゃがたくさん。失われたソニックの残機みたいな表現にも見えてゲーム的に面白いですね。続いてはこちらのシーン、ポータルリングから出てきた別の星のエイリアンたちが気絶したエッグマンに接近します。このエイリアンたちはスカベンジャーズといい、海外で出版された今作の前日短コミック、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2・ザ・オフィシャル・ムービー、プレクエルで初登場した映画シリーズのオリジナルキャラクターです。彼らが被っている鳥型のマスクにご注目。これはゲームソニック・ライダーズシリーズに登場するバビロン盗賊団、ジェット、ウェーブ、ストームのデザインに基づいていると今作の制作に携わったタイソン・ヘッセ氏が語っています。そんなスカベンジャーズに反撃するエッグマンですがこちらで喋っているセリフクラープバラダニクト。これは1951年の SF 映画地球が静止する日に出てくるフレーズです。自分に危害が及んだ時に使うフレーズだね。この映画は2008年にリメイクもされましたが、リメイク版の主演はキアヌ・リーブスでした。監督どんだけキアヌ好きなんだよ。さあ舞台は変わってアメリカのシアトルへ、個人的なヒーロー活動に勤しむソニックが銀行強盗を阻止しようとするシーン。パトカーが駆け回る夜の街をビルの上から眺めているのは、ゲームソニックアドベンチャー冒頭ムービーのオマージュと思われます。水が溢れてマンホールが弾け飛ぶ演出もソニックアドベンチャーのムービーを彷彿とさせますね。このシーンで食べてるのはチリドッグでソニックの大好物だったよね。お、気づきましたね。ソニックとチリドッグについての詳細はこちらの動画をご参照ください。月をバックにソニックがブルージャスティスと名乗るこちらのシーン。ソニックが可愛らしくてわかりづらいですが一応バットマンのパロディをやっているみたいで、公式もツイッターにてイメージイラストを投稿しています。またこの先のシーンになりますが湖でトムとソニックが話している際に、バットマンのふりなんかしてとトムに怒られてしまいます。ブルージャスティスっていうのもダークナイトみたいな異名が欲しくて名乗ってるのかな？そうかもしれませんね。ただ近年の DC コラボでバットマンになったのはソニックではなくシャドウなんですけどね。ドンマイソニック。シーンは続いてソニックがシアトルから走って帰宅す
するシーン。街の名前グリーンヒルズは1作目の小ネタ紹介でも触れた初代ソニックのゾーン1、グリーンヒルゾーンにちなんでいます。部屋でソニックが広げている地図の内容や、車型のベッドについても1作目の小ネタ紹介で解説しているのでこちらをご参照ください。今回は小ネタ多すぎるからどんどん進むね。続いて湖畔でトムと会話するシーン。眠気でボートから転落してしまうソニックですが泳げないのはゲーム原作同様ですね。また夜中に家を抜け出していたことがトムにバレてしまうこちらのシーン。トムを騙そうとしたソニックが設置したダミー人形ですが、どことなくサニックとガタゴーファストを足して2で割ったようなデザインになっています。ソニック由来のネットミームたちだね。サニックとガタゴーファストについてはこちらの動画をご参照ください。続いてはトムとマディがハワイ旅行に出発するこちらのシーン。ソニックがトムに帰り用のリングを渡す際受け取る時の SE がゲーム版の効果音に寄せられてますね。帰るときはこれを使ってくれ。おう。ほんとだ、細かいところまで気が利いてるね。トム、マディの留守中に家の中でめちゃくちゃ遊び回るソニック。乗っているスケートボードのデザインは、ゲームソニックアドベンチャーのコンセプトアートでソニックが乗っているものと同じですね。これは気づけなさそう。続いてソニックの相棒キャラテイルスの登場シーン。1作目ラストで見せたヘリテイルについても前回の小ネタ紹介で解説しましたね。引き続き留守番中のソニックが飼い犬のおじいと映画を見るシーン。スノードッグだけは二度と見ない、あの映画はほんと最低、と語るソニックですが、このシーン英語版だとこんな感じ。この独特の言い回しは英語版のソニック声優ベン・シュワルツが出演した、パークス&リクリエーションというコメディ番組の有名なセリフのオマージュとなっています。そういうタイプのイースターエッグもあるんだ。ですね。日本語吹き替えだとわかりづらいですしちょっと馴染みも薄いかもですが、パークス&リクリエーションはシーズン7まで続いた人気番組だったので、現地ではもしかしたら元ネタに気づいた方も多かったかもしれませんね。続いてソニックとナックルズが初めてぶつかり合うこちらのシーン。ナックルズがソニックに対しお前には技がない、鍛え足りない、戦う価値もない、と語り、ソニックは一つ忘れてるぜ、止められないだと意味ありげに言い返します。こちら言語だとアンストッパブルと言っているのですが、これは北米でのソニックシリーズ30周年のキャッチコピー、アンストッパブル4ジェネレーションズからもじっていると思われます。少し進んでナックルズとの戦闘中ソニックが木に押し付けられるシーン。ナックルズがロングクロウとその一族は俺たち駅ブナ族の宿命だと語っています。これはゲーム原作でも登場する古代の戦闘民族ナックルズ族への言及ですね。ゲームでは元来ナックルズ族と呼称されていましたが、ソニックフロンティア以降は駅ブナ族という呼び方で統一されていってるみたいです。ゲームでも映画でもナックルズはその民族の最後の生き残りなんだよね。そうですね。映画の中ではフクロウ族と因縁がありみんなお前らに殺されたと語っていますが、これはゲーム側にはない映画オリジナルの設定となります。続いてちょっとしたシーンですが、テイルスがナックルズに車で衝突しソニックを助けるこちらのシーン。英語版だとソニックがイットダズンとまたと言っています。これも一作目小ネタ紹介で触れていますが同じタイトルのゲーム楽曲への言及だと考えられます。ゲーム版でのソニックのテーマソングだね。車で逃げるソニックとテイルスそれをナックルズが追いかけるこのシーン。ナックルズが衝突するトラックにスプラッシュヒルズの文字が記載されています。これはゲームソニックザヘッジホッグ4のスプラッシュヒルゾーンからの文字入りですね。ナックルズからの追走をなんとか退けるソニックとテイルス。テイルスがソニックを持ち上げて飛行するのは、テイルスが初登場したゲームソニックザヘッジホッグ2のアクションと同様です。この二人のアクションといえばこれだよね。続いてエッグマンの部下エージェントストーンのシーンへ。ストーンはエッグマン不在中グリーンヒルズでコーヒーショップを営んでいました。そのコーヒーショップの名前はミーンビーン。これは1993年のゲームドクターロボトニックズミーンビーンマシンからの小ネタですね。実質ぷよぷよでおなじみのやつだ。ソニックとテイルスを追いかけ崖を落下したナックルズが壁に拳を刺して登るこちらのシーン。ナックルズの壁登りはゲーム原作と同じアクションですね。またその後すぐに卵型のポットから出てくるエッグマンの浮遊モビリティ。これはゲーム1作目から登場し続けているおなじみの乗り物エッグモービルですね。エッグマンといえばっていう乗り物メカだね。ナックルズが探し求めるマスターエメラルドの謎について議論するソニックとテイルス。ロングクロウがくれた地図にエメラルドのマークがあったことをソニックは思い出します。この地図に描かれた4つの文字にご注目。これはゲームソニックライダーズシューティングスターストーリーに登場するバビロン族の石碑の模様と同じですね。これもゲーム原作のネタなんだ。ゲームの方ではキーボードのような形
形状の石碑を操作するムービーでしたが、今作ではバビロン族の文字が刻まれたスロットのような装置を動かすシーンが描かれます。そのままシーンは進んでロングクローの幻影がメッセージを伝えるシーン。これはおそらく演出的にスターウォーズエピソード4のレイや姫のホログラムが元ネタではと思われます。映画1作目でソニックがロングクローをオビワン家の帯と例えていたのとも繋がりますね。登場する宝石マスターエメラルドはゲームにも登場する重要アイテムですね。今作でもキーアイテムになってるね。ロングクローのメッセージが終わった後地図が書き換わっています。よく見ると次の目的地シベリアの地図に書き換わっており、ちっちゃく日本も描かれています。ほんとだ。続いてエージェントストーンと合流したエッグマンとナックルズ。カフェミーンビーンがエッグマンのラボへと変形するこちらのシーンで再びエッグマンロゴが登場します。このロゴ、ゲーム原作やってる人ならおなじみだけど、ハゲ頭、ゴーグル、口ひげのスタイルは劇中のエッグマンだとまだ成り立てだよね。すでにロゴデザインに落とし込まれてるの変じゃない？まあここはファンサービスってことでしょうね。細かいツッコミはなしとさせてください。続いてシーンは切り替わりハワイでのバレーボールのシーン。トム・ジン・エイの3人のうち真ん中の男性にご注目。海外の有名 YouTuber のプレストンが出演しています。YouTuber さんなんだ。チャンネル登録者2800万人超えの超大物 YouTuber ですね。2800万人。プレストンさんは自身の YouTube チャンネルでこの時の撮影の様子を動画としてアップしているので、舞台裏まで見てみたい方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。さあハワイから一転して次はシベリアのシーン。変装して山小屋のバーに入店するソニックとテイルス。注文の際テイルスの持っている端末の翻訳機能を使いますが端末の画面にご注目。右下に MD11、21、92と記載がありますが、これはゲームソニック・ザ・ヘッジホッグ2の発売日1992年11月21日からですね。MD はゲーム機のメガドライブからもじってるっぽいね。続いてテイルスの回想シーン。テイルスがソニックのエネルギーを PC で探知するカットでモニターに注目すると、右上にはゲームでも使われるテイルスのロゴがあったり、左下にチャオ OS とあり YouTube で展開しているテイルスチューブのデスクトップを思わせる要素を確認できます。続いてソニックたちがシベリアにいることを探知したエッグマンチーム。エッグマンがここで引き寄せの法則さ、ザ・シークレット読んでない？とストーンに問いかけます。ザ・シークレットはアメリカのスピリチュアル本で引き寄せの法則はその中に登場する考え方ですね。ざっくり強くイメージしているとそれが引き寄せられるみたいな法則だね。今作はこういうゲーム以外のメディアの言及もめちゃくちゃ多いですね。続いて再びシベリアのシーン、テイルスの翻訳機能に不具合が出始めます。このテイルスの翻訳機がちょっとポンコツという事象も、ゲームソニックカラーズに登場するエイリアンウィスプの言葉をうまく翻訳できなかったシーンを想起させますね。同じくバーのシーン、変装で着込んでいた服を剥がされソニックとテイルスの正体がバレてしまった時、ソニックがナオと猫の鳴き真似でごまかすシーン、一作目の予告動画でソニックが初めて人間のトムに見つかった時と同じセリフですね。いろいろな意味で印象深いシーンだったよね。一作目のデザイン炎上事件についてはこちらの動画をご参照いただきたいのですが、その後すぐに化け物を燃やせ、と言っているのもちょっと自虐ネタっぽい印象ありますね。当時は十分すぎるくらい燃えてたからもう許してあげて。続いてバーでのダンスバトルピボンカのシーン。屈強な肉体のピボンカチャンプが立ちはだかりますが、このチャンプの日本版声優はドリームズカムプルーの中村正人さんが担当しています。ドリカムの中村さんはゲームソニック1及び2の BGM の作曲を手掛けており、本作の主題歌アップオンザグリーンヒルは、ソニック1の最初のゾーン BGM であるグリーンヒルゾーンをベースにリアレンジしたものとなっています。声優としても参加してるんだ。すごいね。華麗に踊るチャンプを見てソニックが、こりゃ勝てそうもないな、チャニング・テイタムは簡単そうにやってたけどと語ります。チャニング・テイタムはアメリカの俳優兼ダンサー、代表作は2006年公開のステップアップですね。めちゃくちゃ踊れる俳優さんってことか、ソニックは洋楽詳しいんだね。洋画ネタかなり多めですよね。そんなダンスバトルの最中テイルスに打ち上げられたソニックが空中で撮るこちらのポーズ。ゲームソニックアドベンチャーのパッケージイラストが元ネタでソニックファンには印象的なポーズとなっています。これテンション上がったな。余談ですがこのダンスバトルで決着をつけるピボンカという風習は実際には存在せず創作されたものみたいです。ピボンカに勝利し地図を取り返したソニックとテイルスがバーで一晩過ごすこのシーン。テイルスは2本の尻尾が原因でいじめられていたと語っていますがこれはゲーム版と同じ設定ですね。映画版のソニックは一作目で一人ぼっちで寂しがってる孤独な時期も過ごしていたから、ゲーム版のソニックよりもテイルスの孤独に共感してくれている印象だったね。そうですね。ゲーム版もも
ちろん優しい性格のソニックですが映画版の方がテイルスの気持ちをより分かってくれそうでしたね。続きまして氷の洞窟にたどり着いたソニックとテイルスが石碑を見上げるシーン。ここでエメラルドについての言及がされているのですがゲーム版といくつか差分があるのでご紹介。映画版では駅ブナ族が7つのカオスエメラルドを元に作った武器として生み出されたのがマスターエメラルドという説明をしていますが、ゲーム版ではエメラルド同士にそういった親子関係はなく、マスターエメラルドとカオスエメラルドは対になる能力を持ちながらそれぞれ独立したものとして描かれます。また、マスターエメラルドを使って力を誇示した駅ブナ族と、そんな力を誰かが持つべきでないとしたフクロウ族とで争い、フクロウ族がマスターエメラルドを奪還、封印したという流れになっていますがこれも映画オリジナルの設定ですね。この辺の歴史ってゲーム版でもしっかりとは説明されてないからすごく興味深いよね。フクロウ族と駅ブナ族は長年の宿敵であるということをテイルスが説明すると、ソニックがビン・ディーゼルとロック様みたいだと返します。これは映画ワイルドスピードに出演する俳優ビン・ディーゼルとロック様ことドウェイン・ジョンソンが、シリーズの撮影中長い期間不仲でバチバチしてたことをいじったジョークとなっています。今作のプロデューサーニール・ H ・モリッツ氏はワイルドスピードも手掛けていた方なので、ちょっと自虐ネタっぽいユーモアになってますね。仲良くして続いて氷の洞窟にエッグマンとナックルズが飛来してくるこちらのシーン。見た目の変わったエッグマンを見てソニックが、なんだその頭にヒゲ？プロフェッサー X とモノポリーマンを足して2で割ったみたいだなと煽ります。プロフェッサー X はコミック及び映画 X メンに登場するハゲ頭の男性で X メンの創始者。モノポリーマンはボードゲームモノポリーのマスコットキャラで豊かなヒゲが特徴です。ソニックはたとえツッコミもスピーディーだな。次はエッグマンとナックルズに襲われ氷の洞窟から脱出するソニックとテイルス。脱出時にソニックがロボットに回転攻撃を与えますが、ゲーム原作のアクションスピンダッシュに近い動きと効果音が確認できます。勢いそのままに破壊したロボの破片を使って雪山を滑走していくシーン。ゲームソニック・ザ・ヘッジホッグ3及びソニック・アドベンチャーに登場する、雪山ステージアイスキャップゾーンのオマージュですね。機械の一部を即興でボード代わりにしてる感じはちょっとソニック・アドベンチャー2っぽいよね。そうですね、ソニックらしい要素が詰め込まれたカットになっていますが、特にソニック・アドベンチャーのアイスキャップが色濃く出ているシーンに見えますね。雪崩から逃げるのはまさにソニック・アドベンチャーの演出ですし、エンドクレジットにもソニアドのジャンプ台が描かれています。またスノボ中にソニックを襲っている8型のドローンですが針の部分からレーザーを射出しているあたり、ゲームソニック・ザ・ヘッジホッグに登場する敵キャラビートンが元ネタと思われます。エッグマン製の敵キャラロボ通称バド肉の一体だね。エッグマンのロボを撃退しながら逃走するソニック、そこにナックルズが同じく滑走しながら登場します。ソニックがここでウィンターソルジャーだと発言します。直訳すれば冬の兵士というこの単語ですが機関兵というニュアンスも含むようで、ナックルズが再び戻ってきやがったということをかけたシャレになってるとも取れます。またマーベルコミックスキャプテンアメリカに登場する親友バッキー・バーンズというキャラクターは、洗脳されて暗殺者ウィンターソルジャーとして活動します。自分が利用されていたことに気づいて善良なキャラになるという点でもナックルズと類似しているので、そのあたりも含んだユーモアかもしれません。ちょっとこのあたりわかりにくかったので詳しい方いたらコメントでご教示ください。続いて雪山を滑りながらナックルズの攻撃を受けるソニック。崖下にリングをばらまいてしまいますがこの時の SE もゲームのものに似ていますね。リングが続いてはナックルズの幼少期の回想シーン。駅ブナ族の村の奥にそびえる巨大な遺跡は、ゲームソニックアドベンチャーに登場したミスティックルーインですね。ほんとだ。またナックルズのお父さんが登場しますがゲーム版では出たことがないのでここが初登場ですね。衣装に注目するとトゲに巻いている布はソニックアドベンチャーのピカルを思わせたり、胸の羽飾りや槍は同じくソニックアドベンチャーのパチャカマに近い感じになっています。白いボディペイントはソニックアドベンチャーのナックルズ族だったり、ソニックアドベンチャー2のナックルズのバトルコスチュームでも見られますね。ゲーム版における古代駅ブナ族の民族衣装をかなり踏襲しているみたいだね。そうですね。ソニアド2はどちらも実況動画を投稿しておりますので、ゲーム版との比較を見たい方はぜひチェックしてみてください。さあ舞台は再びハワイへ移りレイチェルの結婚式のシーン。お祝いの垂れ幕をつけて飛ぶ赤い飛行機はゲームにも登場するソニックの飛行機トルネードがモデル。テイルスが操縦しソニックは飛行機の上に立っているスタイルが多く、今作でも後半では2人で乗りこなします。続いてソニックから電話がありトムの着信音が式場で鳴り響いてしまうシーン。流れている曲はご存知初代ソニックのグリーンヒルゾーンですね。めちゃくちゃになってしまったレイチェルの結婚式。ここで国防軍通称ガンが登場します。ガーディアンユニッツオブネーションズ略してガンと作中でも語られていますね。ガンはゲーム版にも登場する組織で作中だと一番左のロゴを確認できます。ロゴデザインとしてはソニアド2よりもゲームシャドウザヘッジホッグのものに似ていますね。ガンの隊員たちをマディとレイチェルがテイルスのメカを使って
撃退していくシーン。メカ自体に特定の元ネタがあるわけではなさそうですがどの武器もかなり物騒ですよね。この感じ、ファン的には1995年発売のゲームテイルスアドベンチャーを想起させられます。ミサイルとかナパーム弾とか取り出して戦うテイルスが主人公のゲームだね。続いてはエッグマンとナックルズが一足先にマスターエメラルドが眠る島にたどり着くシーン。指定の場所にコンパスを埋め込むと7色に光り出します。ここちょっと小ネタというか気になっているポイントなのですが、コンパスの7色とカオスエメラルドの7色で色が異なるんですよね。あれ？本当だ。エメラルドの色はゲーム版と同じ7色ですが、コンパスの方は水色がない代わりにペールオレンジのような色があるように見えます。どちらかというとゲームソニック2時点でのエメラルドの色をイメージしているのかなとも考えられますが、コンパスとエメラルドとで色の同期が取れてない点は普通に不自然ですよね。確かに何か意図があったのかな？この点ピンとくる方コメントお待ちしております。続いて少し進んでカフェミーンビーンのシーン。エージェントストーンがエッグマンの新コスチュームを選んでいる場面ですが、選んでいるコーディネートの中にゲーム版エッグマンのコスチュームが紛れ込んでいます。お腹の丸みもそっくり。次はソニックがマスターエメラルドの元へ向かうべく会場を駆け抜けようとするシーン。スタート前にガタゴーファストとつぶやきます。これは海外で有名なソニックのセリフで北米版ソニック X のオープニングテーマ曲が元ネタ。日本ではセガの会議室にもプリントされているフレーズです。映画一作目でも言ってたね。続いてマスターエメラルドが隠されている遺跡のシーン。この遺跡の衣装はゲームソニックザ・ヘッジホッグのラビリンスゾーンに基づいています。壁に刻まれたフクロウの衣装だったり、ソニックが遺跡に入る方法はゲーム版と同じウォータースライダーですね。エンドクレジットでもラビリンスゾーンのスプライトが使われています。エッグマンとナックルズが遺跡のトラップをかいくぐっていく最中、こんな死に方は嫌だ、インディーじゃあるまいし、とエッグマンが叫びますが、これはもちろん映画インディ・ジョーンズシリーズからですね。トラップだらけの遺跡といえばインディってくらい有名だよね。巨大な岩に追いかけられるのはレーダース失われたアーク。扉が閉まる前にギリギリ滑り抜けるシーンは魔球の伝説からですね。インディの中でも特に有名であまりにパロディが多いためこんなベタな死に方嫌だということなのでしょう。続いてエッグマンとナックルズがマスターエメラルドにたどり着いたシーン。エッグマンがナックルズを裏切り後ろから攻撃しようとする際、今のお前はリンプビズキットのバックステージパスと同じくらいの価値しかないとつぶやきます。リンプビズキットはアメリカのニューメタルラップメタルバンドですね。ちょっと癖のあるバンドで各種アーティストやファンとの間でたびたび確執を生んだり喧嘩をしたりしがちなため、そんな彼らのバックステージに入っても、歓迎されずに気まずくなるであろうことから価値がないというジョークなのではと推察します。少し進んでソニック VS ナックルズのシーン。そもそもナックルズがエッグマンにそそのかされてソニックと戦うということだったり、その隙にエッグマンにエメラルドを奪われその後ソニックと協力しエメラルドを取り戻すという流れ自体が、ゲームソニック3&ナックルズの非分パレスゾーンからエンディングまでの流れと一致しています。続いてアクションシーンに注目すると、ソニックがナックルズを何度も床に叩きつける技はゲームに登場するアクションバウンドアタック。そしてナックルズの拳を連続でかわしている様はアニメソニック X のワンシーンのように見えます。そのまま進んでエッグマンがマスターエメラルドを手に入れるシーン。混沌は力と叫んでいますがこれはゲームに登場するエキブナ族に伝わる栄称の一節ですね。続いてナックルズが遺跡の下敷きになり溺れているのをソニックが助けに行くシーン。水中の気泡を飲み込んで息を整えるのはゲーム原作のオマージュですね。ゲームではおなじみのパクったね。逆にソニックが溺れそうになるこちらのシーンでは、ゲーム版の溺れそうな時にかかる BGM のアレンジ版が流れています。なんとか脱出に成功したソニックとナックルズ。浜辺でソニックが行こうぜナックルヘッド。勝負はこれからだとナックルズに声をかけます。ナックルヘッドという言い方は原作でもソニックがナックルズをからかう時に言いがちな愛称ですね。ナックルヘッド自体はアホとかバカとかいう意味みたい。またこのシーンで迎えに来たテイルスがつけているゴーグルですが、アニメソニックプーンでテイルスがつけているゴーグルに似た印象ですね。シーンは進んでガンがエッグマンのイルミーンビーンを取り囲むシーン。司令官が現地に降り立つ際に乗っているヘリコプターですが、ゲームソニックアドベンチャー2の冒頭で登場したヘリのオマージュかと思われます。ヘリ上部の SA2 って記述はソニアド2からもじっているのかな？それもあるかもしれませんが、あのヘリはガンの部隊シグマアルファ2が乗っていたものなので映画も同様だとしたら SA2 はその頭文字でもありますね。シグマアルファ 2？ゲームでそんなこと言ってたっけ？これは日本語版のゲームでは言及はなくて、北米版ソニアド2にて、ヘリのムービー冒頭の兵士の通信会話の中で言及されていますね。北米版だけのセリフ？
そんなとこまで抑えてるんだ。オタクなので、続いて赤い飛行機に乗り込みエッグマンの元へと向かうシーン。飛行機の側面に761という数字が記載されています。これはステイソニックという1993年にイギリスで出版された、世界観やキャラクターの裏設定を紹介するファンブック的な資料の中で、時速761マイル、1225km というソニックの最高速度設定に由来していると思われます。そしていよいよ全貌が明らかになったエッグマンの巨大ロボ登場シーン。この巨大ロボはゲームソニック・ザ・ヘッジホッグ2で登場したボスロボットデスエッグですね。ゲーム原作でもめっちゃ強かったんだよな。デスエッグを目の当たりにしたウェイドが語るやっぱりマシュマロマンだというセリフ。こちらは1984年の映画ゴーストバスターズからですね。映画終盤、恐怖のイメージが具現化される局面で登場した怪物がマシュマロマンでしたが、ロングクローの幻影が登場したシーンでマスターエメラルドの思いを現実にするという特性について、ウェイドがこの時点でゴーストバスターズのマシュマロマンみたいにと語っていましたね。そんなデスエッグに接近する最中ソニックは飛行機の上で I have no idea と語りますが、これは映画一作目でも言っていた印象的なセリフですね。どんどん行きます。続いてはデスエッグ内部のシーン。エージェントストーンがデスエッグの操作マニュアルを掲げるこのカットですが、この操作マニュアルのデザインはジェネシスのゲームマニュアルに似たデザインとなっています。セガのロゴ文字で書かれたエッグにこだわりを感じる。続いてソニック、テイルス、ナックルズのチームで突き進むシーン。ここは様々なアクションが散りばめられています。まずは3人でロボを迎撃するシーン。ソニックの動きはゲーム大乱闘スマッシュブラザーズ SP のソニックの下アピールのアクションに似た印象ですね。ナックルズがソニックをボールのように投げて敵を撃墜するアクションはゲームソニックヒーローズから、ソニックとテイルスが一緒に回転攻撃するのはゲームソニックザヘッジホッグ4エピソード2から、ナックルズがドリル回転しながら突撃する技はソニックアドベンチャー2のダッシュ攻撃に見えます。ゲームっぽいアクションが盛りだくさんだ。続いてナックルズがエッグマンを殴り飛ばしマスターエメラルドを奪還するシーン。ゲームソニック3&ナックルズの冒頭でナックルズが、スーパーソニックからカオスエメラルドを奪い取るシーンを思い出させます。ゲームでもエメラルドは殴って奪うんだね。さあ映画もいよいよクライマックス。7つのカオスエメラルドが浮かび上がりスーパーソニックへと変身します。ここの SE もゲーム原作でのエメラルド獲得時の SE が流れます。スーパーソニックは原作でもおなじみの最強フォームで、ゲームソニックザヘッジホッグ2で初登場しました。今作でもゲーム原作同様にカオスエメラルドを使って変身しています。映画版ではエメラルドの設定がゲーム版と微妙に違うみたいだけどカオスエメラルドで変身するのは一緒だね。高速でデスエッグのボディに連続攻撃を与えますがこれもゲームのライトスピードアタックに似てますね。そして足でコツンと敵を倒すこのモーションは、ゲームソニックザヘッジホッグ2006のオープニングムービーを彷彿とさせます。デスエッグを撃破しスーパーソニック解除時にカオスエメラルドがチリジリになりますがこれもゲーム同様です。スマブラで見たことある人も多いかも。ナックルズがマスターエメラルドの破片を集めて元の一つの宝石に修復するのも、ゲームソニックアドベンチャー2などで見られる特性ですね。そして激闘の末にグータッチで誓いを立てる3人。上から見た並びがゲームソニックヒーローズのロゴと同様になっていますね。3人1チームで進めるのが特徴のゲームタイトルだね。今作でもこの3人はチームになったんだ。シーンは切り替わって今作最後のシーンソニックらが皆集まって草野球を楽しみます。ナックルズがテイルスのボールをホームランするシーンここで流れている BGM は、1984年の名作映画ザ・ナチュラルで、ロバート・レッドフォードが最後のホームランを打つシーンと同じ BGM が流れます。はあ、俺の勝ちだな。そんなのずるいよ。少し進んでマディがアイスクリーム食べる人と提案するシーン。ナックルズがブドウは入っているかと聞きますがナックルズのブドウ好きはゲーム同様の設定ですね。各ソニックキャラクターの好きな食べ物については過去動画で詳しく解説しているのでこちらをご参照ください。マスターエメラルドも忘れずに持って帰りソニックたちの平和な日常が戻ってきたところで本編終了です。盛りだくさんだったねー。小ネタはもうちょっとだけ続きまして次はエンドクレジットですね。まだあるの？ここまででちょこちょこ触れてた部分は割愛しまして、まずはこのシーンのエッグマンの動きですが、セガのベルトスクロールアクションゲームベアナックル2のキャラクター、アクセルストーンの攻撃モーションと同じですね。ミッキすぎるー。よく気づいたね。オタクなので、そしてスーパーソニックへの変身シーン、ゲームソニックザヘッジホッグ2のエンディングと同じポーズです。ここもソニック2に準拠してるんだ。さあ最後にエンドクレジットが終わってポストクレジットへ。ここでガンの隊員と司令官の会話の中で、50年以上前の極秘研究プロジェクトシャドウに触れゲームキャラクターのシャドウが登場します。きたー。
これぶち上がったよねー。一作目でもポストクレジットでテイルスがサプライズ出演したので何かあるかもと期待はしていましたが、その上でもやっぱり鑑賞当時は嬉しくて拳を握ってしまいましたね。50年以上前の極秘研究プロジェクトシャドウというのは、シャドウが初登場したゲームソニックアドベンチャー2の物語で描かれた過去の研究ですね。ちなみにこのポストクレジットに映っているシャドウですが、今作のスーパーソニックのモデルを再利用したものだそうで3作目のシャドウとは少しモデリングが異なるそうです。そうなんだ、色も変わってるし気づかなかったな。今作で言えばシャドウの登場はこの数秒間のカットだけですし、時間的制約もあったために本格的なモデリングは次回作に回したみたいですね。シャドウの興奮でおかしくなりそうな中、先にも触れた今作のエンディングテーマドリカムのアップオンザグリーンヒルが流れエンドロールです。エンドロール後に流れる日本版クレジットにて、吹き替え版キャスト欄に注目すると犬神コロネ、ホロライブの文字、ソニック公式ともたびたびコラボされている人気 VTuber 犬神コロネさんが声優として参加していたんですね。特徴的な声だからファンならすぐ気づきそうだけどどのシーンだったんだろう？これは後に犬神コロネさんご自身の配信で語っているのですが出演箇所は2箇所で、1つ目はソニックがシベリアからハワイへリングポータルで飛び出してくるとき、2つ目はデスエッグが動き出した際町の住人たちが逃げ惑うとき、この2つのシーンのガヤの声として参加されていたそうです。気づけなかった。ご本人もマジでわかんないと思うんだけどと語っていましたね。耳に自信のあるコロネスキーの皆さんはぜひ該当のシーンをチェックしてみてください。以上、今回はソニック・ザ・ムービーソニック VS ナックルズに隠されたイースターエッグについてご紹介いたしました。今回も盛りだくさんだった相変わらず映画チームの遊び心はすごいね。多すぎて追いかけるのも大変でしたがこの動画が映画をさらに楽しむための一助になったなら嬉しいです。当チャンネルでは他にもソニック映画がもっと面白くなるコンテンツをたくさん投稿しておりますので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。